富士フイルム X キャスト旗本です。今回のテーマは XE5 特集第4弾。カメラは性能だけではないクラシックな魅力が鍵。デザインと操作性、そして XE シリーズの魂についてお話しします。早速いきましょう。前回までは XE5 に搭載されるかもしれない最新のセンサーやプロセッサー、そして注目の IBIS についてお話ししてきました。でもね、カメラの魅力っていうのは中身の性能だけではないですよね。皆さんが毎日持ち歩きたくなるカメラ、どんなデザインでしょうか。どんな操作感だと撮るのが楽しいって感じますか。今日はそんなカメラの顔ともいえるデザインや使いやすさ、そして XE シリーズが持つ独特の魂について一緒に考えていきたいと思います。まず XE シリーズが多くの写真家、写真好きさんに愛され続けている理由について、その XE らしさ、これは何なのかというね、お話ですけれども、一つはやっぱりそのレンジファインダースタイルというね、独特で美しいデザイン。これは昔のフィルムカメラでよく見られた形で、カメラのボディの左肩あたりにファインダーがついているのが特徴。このスタイルであれば、ファインダーを覗きながら、もう片方の目で周りの状況も自然と見渡せるので、例えば街中でね、スナップ写真なんか撮るときに、被写体と周囲の雰囲気を同時に捉えやすいというメリットもあります。で、何よりもね、持ってるだけでちょっと気分が上がる、そんなかっこよさもあります。XE シリーズのカメラ、単なる写真を撮るための道具というだけじゃなくて、持つ喜び、撮る楽しさを強く感じさせてくれるカメラだと言われます。毎日カバンに入れて持ち歩きたくなるような、まるで長年連れ添っている相棒みたいな存在感、そういうものですかね。そしてカメラの上にあるダイヤル、これをカチカチと回してね、設定を変えるあの感覚ね。昔のフィルムカメラを操作しているみたいな感じで、一枚一枚写真を丁寧に撮っている実感が湧いてきます。この手間がね、デジタルカメラなんですが、どこかアナログ的な温度感を感じさせてくれて、それが撮っていて楽しいにつながります。で、そんな XE シリーズのらしさを踏まえた上で、デザイン、操作性は一体どうなるのかという。ここで大きなヒントになりそうなのが、先日もお伝えしましたが、6月12日に上海で開催される X サミット上海2025のテーマ、クラシックですね。このクラシックという言葉、まさに XE シリーズが大切にしてきた伝統的なデザインや写真撮影の原点に立ち返るような操作感、強く意識しているように思います。XE シリーズの操作性はモデルチェンジごとに少しずつ変化してきました。特に XE3 と XE4 ではその方向性が大きく異なりました。XE3 の多くのユーザーにとってそのサイズ感と機能、そしてダイレクトな操作性のバランスが取れたモデルが評価されてました。XE3 にはカメラをしっかりホールドできるフロントグリップとサムレストがありました。カメラの前後には設定を素早く変えられるコマンドダイヤルが2つ、デュアルコマンドダイヤルですね、前後についてました。さらにボディの前面にはフォーカスモード、これはマニュアルモード、シングル AF モード、コンティニュアス AF モード、これカチッと変えられるレバーがついてたんですね。これは便利だったんですけれども、あと D パッドと呼ばれる十字キーもありましたね。このメニューの操作機能のショートカットに役立ってました。ところがこれがね、XE4 になってデザイン哲学が変わってしまって、Less is more、つまりより少ないことはより豊かなことという考え方のもと、非常にミニマルでフラットなデザインになりました。XE4 ではフロントグリップもなくなりました。サムレストはほとんどなくなって、後ろ側のコマンドダイヤルや便利だったフォーカスモードレバー、そして D パッドも省略されてしまいました。
もちろん XE4 には独立したシャッタースピードダイヤルと露出補正ダイヤルはしっかりと搭載されています。これは XE シリーズのアイデンティティとも言える部分になりますね。この XE4 のミニマルなデザイン、すっきりしていておしゃれ、ポケットにも入れやすいという声もあれば、グリップがないとちょっと持ちにくいなと。よく使う機能がボタン一つで操作できた XE3 の方が良かったなという風に感じたユーザーもいたようです。一方で、この XE4 のシンプルなフラットデザインがまさに良いと、グリップは必要ないという方もいらっしゃいます。私も XE4 ユーザーですけれども、グリップは必要だと思ったことはありません。で、期待が高まるんですけれども、 XE4 ではその XE3 が持っていたようなもう少しカメラらしい手触り、カチカチと直感的に操作できる感覚、これがクラシックというテーマのもとに戻ってくるかもしれないなという話があります。例えばさりげない一体型のグリップの復活、あとはリアコマンドダイヤルの復活、ファンクションボタンの増加で、専用のフォーカスモードレバーの復活。フォーカスモードレバーはね、私も欲しいなぁと思ってます。これがないことでね、ちょっとマニュアルモードで撮影したいときに、不便だなぁということが多々ありました。これは欲しいなぁと思ってますが、どうなんでしょうかね。あとは X100 シリーズであるようなね、スピードダイヤルとイソカンドダイヤルが一体化したダイヤルね、これを搭載してほしいなという声もあるみたいですね。可能であれば欲しいなという気はします。そんな期待が寄せられていますけれども、液晶モニターについては、XE4 と同じように、チルト式、この上下にパタパタ動くシンプルなやつですね。これの方がいいなという声も多いのかなと。バリアングル式ね、便利なんだろうけれども、クラシックなスタイルにはやっぱりクラシックなチルト式の方がしっくりきそうな気がします。そして前回お話ししたアイビスですね、ボディ内手ブレ補正。これももし搭載されるのであれば、デザイン的にも影響が大きいかなと。言うてもね、小さく小型ができたと言うても、やっぱり手ブレ補正部品入れるためにね、ちょっと厚みが増すのかなと、思いますね。そのおかげで、例えばグリップをね、つけやすくなったり、ボタンの配置がよりやりやすくなったりね、それもあるんでしょうけれども、どうなるんでしょうかね。ここで、リスナーさんからの質問ですが、XE5 もしクラシックな方向にデザインが触れるとしたら、上位機種の X プロシリーズと似すぎてしまわないでしょうかという質問なんですけれども、確かにね、 X プロシリーズもクラシックなレンジファインダースタイルのカメラなのでね、似てるといえば似てますね。ただ X プロシリーズはね、より堅牢性が高めていたり、プロ向けの機能性をね追求しているのに対して、 XE シリーズはもう少し軽快さ、日常使いのしやすさを大切にしているイメージがあります。なのでたとえ XE5 がねクラシックなデザイン、操作性強化したとしても、 X プロシリーズとはまた違った XE ならではのちょうど良いクラシック感、親しめやすさで差別化してくるんじゃないかなと、そのバランス感覚ですね、期待したいです。ということで XE5 特集第4弾いかがでしたでしょうか。クラシックというテーマのもと XE5 がどんなデザインと操作性で私たちを魅了してくれるのか、とてもワクワクします。カメラはただ性能が良いだけではなくて、持ってて嬉しくなるデザイン、撮ってて楽しくなる操作感、そういったスペックだけでは語れない XE らしさも大切にしてほしいなと思います。次回はいよいよ XE5 特集最終日ですね、最終回、XE5 の価格や市場での立ち位置、そして XE シリーズの未来について総まとめとしてお話ししていきたいと思います。
もっと X シリーズの情報が知りたい方は、ぜひこのポッドキャストのフォロー、そして YouTube チャンネル、富士 X キャストの登録もお願いします。ポッドキャストは Listen、Spotify、Apple Podcast などで配信しています。各種 URL は番組概要欄をご覧ください。富士フイルム X キャスト、またもとでした。それではまた。